2025での発言が話題になってまして、まずバンス副大統領の発言ではですね、仮想通貨を制限しない市場構造法案が必要だと。今規制の明確化に失敗すれば3兆ドル規模のこの業界がより有効的な管轄を求めて海外に追いやられるリスクがありますと。トランプ大統領はそうならないように戦うつもりですと語ってます。で、この中で語られている市場構造法案はですね、SEC と CFTC の権限を明確にしてデジタル資産に関するルールを定める法案になってますね。それを一刻も早く制定してですね、海外にお金が逃げないように米国内で発展を目指すとしています。あとトランプ政権の暗号担当デビッド・サックス氏は米国のビットコイン準備期について触れてまして、戦略的ビットコイン準備期を設立する大統領令は予算中立的な方法で実施できる場合、政府によるビットコイン購入の拡大を認めていると。具体的には商務省や財務省が債務を増やすことなく資金調達方法を見つけられる場合、両省はこうしたプログラムを立ち上げることが認められると。もしハワード・ラテリンク氏やスコット・ベッセント氏を説得してビットコインを購入させることができ、彼らが新たな税金や負債を増やすことなく資金調達する方法を見つけることができれば、より多くのビットコインを獲得できる可能性があると。何も約束はできないが実現への道筋はあると発言しています。米国のビットコイン準備金に関してはですね、現状では新たな予算の組み立てはせずに、ただ予算を削らない形であれば買い増しが可能というルールになってますけども、このデビッド・サックス氏は何らかの形で進展する見込みはあると、次の期待につながるような発言をしてますね。あとは最近よく出てくるニューヨーク市長のエリック・アダムス氏もですね、ビットコイン債券のビットボンド発行について語ってまして、この街の歴史上で初めてビットコイン保有者向けの金融商品が誕生する時が来たと。ニューヨーク市でもビットボンドが実現するよう私は尽力し戦うつもりだと語っています。ビットボンドは金利とビットコインの値上がりどちらの恩恵も受けられるということで注目されてますけども、一方でビットコインが下がった場合ですね、当然損失が出ますんでデメリットの部分でも注目されています。ニューヨーク市でビットコイン債券が誕生するのか注目ですね。あと個別株の方ではゲームストップが 4710BTC の購入を発表しています。